サターンが本気を出したようだな。奴は五老星の中でも最弱。どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆうてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2023年45号、ワンピース最新話1094話、五老星科学防衛武神 J ガルシアサターン星を考察します。この1094話は、神回、いや、死と悪魔と星の回です。ワンピースでは話数に4がつく場合、高確率で死に関連した展開になります。例えば、ゾンビの島スリラーバグ編は442話から489話、死の話数でした。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでいない人は、大いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか？行きましょう。まずはいつものように話数の理論から考えましょう。2週間前、この1094話はこのように予想しました。こちらです。1090話の類似話数は94話と194話です。94話ではルフィがナミにお前は俺の仲間だ。それならば1094話ではパスフィスタはベガバンクの仲間だ。いや、五老星の仲間だ。どちらでしょうか？次に194話は鉄を切る。ゾロ VS ミスター1。この時はまだ鉄を切れないゾロ。それならば1094話はゾロ VS ルッチか。しかし決着はその次の1095話でしょうか？なぜなら195話がミスター武士道だからです。続いて1094話の反転話数も考えましょう。1094話をひっくり返すと491話トビウオライダーズ。491話には人手のパッパクが登場。人手イコール星。ならば1094話ではやはり五老星が上陸するのか。さらに1094話の語呂合わせも考えましょう。1094話の話数の語呂合わせは独身、投下する、人を救死、特殊などが考えられます。ちなみにこのままいけばやはり1096話ドクロの回でサターンは変身する。はい、2週間前話数の理論からこのように予想しました。それでは答え合わせをしていきましょう。94話はルフィがナミにお前は俺の仲間だ。一方1094話では予想したようにパスフィスタがアトラスの仲間から五老星の仲間指揮下に移動しています。さらに強制的に人間や物を仲間にして操れる海軍ブルーグラスのノリノリの実も登場。次に194話は鉄を切る。194話には下月村の下月幸四郎が登場。一方1094話の扉にも下月幸四郎が登場。さらに下月村のクイナや下月幸三郎も登場。扉へは下月の決闘下月オールスターズ。これはアニメモンスターズ103条飛龍地獄の宣伝ですが、オールスターズとモンスターズ、スターつながり。さらに1094話では五芒星からモンスター怪物が現れます。1094話と194話はつながっている。ちなみに以前も考えましたが、下月とは下月です。続いて1094話の反転話数も考えましょう。1094話をひっくり返すと491話人手のパッパクが登場。人手イコール星。人ですか？人ですけど、人ではないよ、人でなし。一方1094話には予想通り五老星が上陸。そんな五老星は魔法陣五芒星から現れた。その姿は人ではないよ、人でなし。そしてルフィの新技はスターガン。さらに491話では人魚のケイミーが音声で魚たちを従えていましたが、1094話ではサターンがパスフィスタを従えています。以上が話数の理論一つなぎです。事前予想ではサターンの変身タイミングは外れましたが、その他はかなりの要素を予想できました。今回はいつもやっている話数の理論がある程度有効だと分かってもらえたはずです。それでは本編の考察を始めましょう。1094話のスタートはパスフィスタへのアトラスの号令。パスフィスタたちはアトラスの指示通り海軍へ攻撃。そこへベガタンク8が下へ参ります。しかしサンジはボニーを助けるためにさらに高速で下へ投下する。これが1094話の話数の語呂合わせ一つ目。投下する。投下する。4は中国語でスーと読みます。そんなボニーは海軍に見つかって交戦中。ボニーは銃を取り出して海軍たちに新技臨死体験 NDE を使う。 NDE とは臨死体験ニアデスエクスペリエンスの略。これは相手に臨死体験の幻覚を見せる精神攻撃。これが1094話の話数の語呂合わせ2つ目。人を救死。人を救死でしょう。さらに1094話の話数の語呂合わせ3つ目。熟す。熟すでしょう。年齢を操るボニーは人間を熟して死を見せる。そんなボニーの前に一体のパスフィスタが現れる。これ
は海軍のおばあちゃん、ブルーグラスの能力。何でも乗りこなす。ノリノリの実で、パシフィスタ一体を味方につけている。これが1094話の話数の語呂合わせ4つ目。人を駆使。人を駆使でしょう。駆使とは機能や能力を自由自在に使うことです。お父さんを攻撃できないボニーは絶対絶命。その時、サンジが間一髪ボニーを救出。九死に一生。場面は変わってルフィ VS キザル。どうやらこの2人の戦いは互角だった模様。長引く戦いにキザルは任務の方を優先するために戦いから離脱。しかし、それを追いかけるルフィ。この時、ルフィ、ゾロ、ジンベエ、キザル、ルッチの強者たちが異様な気配をエッグヘッドに感じ取る。サンジはサンジだってこの気配を感じたでしょう。たまたま描かれてないだけでしょう。とにかく異様な気配の後、海岸に響き渡る声。止まれ、パシフィスタ。この声によってパシフィスタは急死。これが1094話の話数の語呂合わせ5つ目。人を急死。人を急死でしょう。パシフィスタは完全停止。そして突如現れる五芒星の魔法陣。大爆発。召喚五老星上陸。五芒星から五老星。その姿はモンスター。スター。これはもう正気のサタンじゃない。サタンはまるで悪魔、サタン。このダジャレの可能性は8ヶ月前から考えていました。こちらです。そしてサタンとはサタン、悪魔。いや、悪魔ではなく土星のことです。次にそれぞれの能力ですが、まずは先ほど考えたようにサタン星の能力は悪魔、サタンでしょうか。そんなサタン星ことサタンがセラヒムたちを支配するのか。サタンとはサタン、悪魔。そのようなイメージだと考えましたが、その姿はまさかの日本の妖怪、牛と雲が融合した牛鬼牛鬼。牛鬼とは海岸に現れて毒を吐き、人を食う妖怪であり、一部の地域では神とも言われる怪物です。つまり、他の五老星たちも海に関する能力でしょうか。それなら、海とはイム。五老星が従っているイム様の能力は海でしょうか。イム様とは海の悪魔の化身か。それではなぜ土星の意味を持つサタンが牛鬼なのか。おそらく牛鬼と同一視されている妖怪が土雲だから。牛鬼の土星サターンと土雲のサタン。そんなサターンは五芒星の魔法陣から現れました。これはサターン固有の能力というよりも五老星は全員使えそう。もちろんイム様も使えそう。となるとこちらの動画でも考えたようにイム様も悪魔。イム様とは悪魔とも呼ばれたリヴァイアさんに体を乗っ取られていると考えました。それではその魔法陣悪魔の秘術はどこから伝わったのでしょうか。それは例えばアラバスタ。古代エジプト、アラバスタが描かれた20巻の表紙には逆五芒星デビルスターが描かれています。古代アラバスタの秘術、それは悪魔との契約か。イム様や五老星は悪魔と契約をしたのか。人ではないよ、人でなし。もしかすると人間ですらないのか。魔族の類なのか。ここで五芒星について考えましょう。エジプトを起源に持つ五芒星といえばテトラグラマトンです。それは言ってはいけない神の名。聖なる4文字、神ヤハウェイ。そのシンボルがテトラグラマトン。そのシンボルにはここまでずっと考えてきた古代エジプトのラーとウアジャトの目。そしてイム様イコールイム様。医療のシンボル、蛇が巻きついたアスクレピオスの杖。五芒星イコール五老星。それは神の守護者なのか。つまり古代アラバスタには魔法の秘術があったのか。それを900年前にイム様たちは奪ったのか。ただし五芒星のシンボルは東洋にもあります。それは陰陽道。例えば平安時代の陰陽師安倍晴明は火、水、木、金、土、陰陽道5行の思想を五芒星に見立てた正門生命くじを完成させた。そして平安京を守るために神社を星型に配置して生命くじの結界を張りました。五芒星は西洋では悪魔召喚などで描かれていますが、魔除けの意味もあります。これが1094話の話数の語呂合わせ6つ目。生命くじ？生命くじなのか。そんな五芒星から現れた五老星サターンの姿は準将以下の海兵たちは見てはいけないという。しかし一人の海兵がなんだあれ怪物じゃねえかと本音を言ってしまうと、サターンは眼力だけで海兵の頭を吹き飛ばす。頭がパーン。ひき肉です。
これが1094話の和数の語呂合わせ7つ目。弱視。弱視でしょう。意志、精神が弱いもの、それは弱視。さらに1094話の和数の語呂合わせ8つ目。特進。特進でしょう。特進とは神聖なものを汚すことです。海兵は自称神である五老星を汚した罪で裁かれた。そんなサタンの登場シーンはブルックが飛ばされたシーンに似ている。この時ブルックは悪魔王サタンと呼ばれている。するとブルックの武器は仕込み杖です。それならサタンの杖も仕込み杖なのか、サタンの杖は剣なのか、あるいは牛鬼ですから毒針でしょうか。場面は変わってゲット上空。キザルの攻撃でベガランク8は落下。しかしここでルフィがキザルに追いつくと、ルフィは左腕に力こぶを溜めるとゴムゴムノースターガン。これはカイドウを攻撃した回転技をさらにパワーアップ。腕力を増強して武装効果。キザルに大ダメージを与えます。キザルの頭がパーン。星が飛び出る。そして1046話でルフィはこの技について、今の技ゴムゴムの何にしよう、そのように言っていました。これが1046話の追加語呂合わせ10白でしょう。ゴムゴムのスターガンとつながっている。そして白星とは日本語で勝利という意味です。太陽の神ニカとは白星、勝利の象徴。これは漢字パズルの理論でこのように考えました。こちらです。この問題がわかるでしょうか。その答えは必勝。必勝という漢字になります。ルフィは必ず勝つ。それは532年ローマで起きた反乱。その反乱で市民が叫んでいたギリシャ語で勝利を意味する掛け声。それはニカ。太陽の神ニカ。そしてギリシャ語で勝利を表すニカの語源はギリシャ神話の勝利の女神ニーケなのですが、ワンピースコミックス1巻を開いた1ページ目でルフィは勝利の女神ニーケの選手像をあしらった船に乗っている。ギリシャ語でニカは勝利。さらにモルジブの言葉でニカはゴムの木。さらに日本語でニカニカとは笑う。これらは最初から仕掛けられていた。ルフィの誕生日は5月5日ですから、初めから仕掛けられていた可能性はあります。ニカイコール勝利の白星。もちろん白星も白星。勝利の女神でしょう。そしてさらにルフィが白星なら、それは星に願いを。ニカとは人々の願いを叶える神と呼ばれていました。こちらもこのように考えました。こちらです。さらにベガパンクは、ニカは歴史から消された名前。だが人が望み続ける限り、その存在が消えることがないと言います。そう。ニカの力の源は人々の願い。それこそが太陽の神ニカの真の力なのか。確かに思い起こせば、ルフィはピンチの時に誰かの願いによって復活をしていました。それこそが約1年前、こちらの動画で考えた願いが叶うバニャンツリー。またの名をガジュマル。またの名をモルジブではニカ。ゴムの木の天然樹脂の幻獣だと考えました。人々の願いを叶えるゴムの木ニカ。星に願いを。とにかくルフィのスターガンにやられたキザルは意識が遠のく。一方、ルフィもギアフィフスが限界。この二人の対戦は相打ち。これを見上げるサターン。そのサターンの前に落ちてきたベガタンク8。その中にいたボニーは剣を拾っていきなりサターンを串刺しにする。2週間前考えたようにボニーの標的はやはりベガパンクから五老星に変わっていました。どうやら熊の自我を消せと命令したのは五老星だったようです。しかし刺されたサターンにあまりダメージはない。おそらくサターンはタフなゾーン系の能力者ですから、カイドウやルフィのように一度剣で刺された程度ではダメージはさほどない。そしてサターンの前にはサンジとフランキー。これも2週間前考えたように科学対決になりそう。悪魔の科学防衛武神サターン星 VS 悪魔風の科学の戦士サンジの対決になるのか。サンジは鬼ヶ島でジョロウグモ、ブラックマリアにボコボコにやられましたから、後ろに土雲のサターンには前線してほしいところです。以上です。続いては次号1095話の展開を和数の理論から予想していきましょう。1095話の類似話数は95話と195話です。95話は回れ風車。
顔が怖いゲンさんは赤ちゃんだったナミの笑顔が見たくて頭に風車をつけていました。すると1095話は今度こそクマの記憶の話か。おそらくクマはボニーのために自らの意思で改造手術を受けたのでしょう。それは年齢を操作できるボニーの能力を電流人たちが重宝していたから。そのボニーを解放するにはボニーの悪魔の実をコピーすればいい。それはベガパンクなら血統因子からコピーできる。そこで特殊な種族であるクマは自らの体を差し出してボニーを解放してもらうように取引をした。そんなようなストーリーでしょうか。次に195話はミスター武士道。ゾロが石の呼吸、木の呼吸、土の呼吸、そして鉄の呼吸、鉄を切る力を得得してイッチことミスターワンに勝利しました。すると1095話はゾロ VS ルッチか。タフなゾーン系覚醒者天才ルッチを倒せるのか。続いて1095話の反転話数も考えましょう。1095話をひっくり返すと591話それでいいのか。591話はレイリーの記憶。クマがレイリーにルフィたちを助けた理由を話している。すると1095話はやはりクマの記憶の話か。さらに1095話の語呂合わせも考えましょう。1095話の話数の語呂合わせは人は剣豪。剣豪ゾロがルッチを倒すのか。毒牙。後ろにサターンが毒牙で攻撃してくるのか。敵豪。陶器豪。まさかボニーはクローンなのか。最近ワンピース考察界隈ではボニークローン説が囁かれていますが、僕も8ヶ月前ボニークローン説を唱えていました。こちらです。次にボニーについて考えましょう。この1072話の話数の語呂合わせは人同じ。ボニーはシテューシーと同じクローンの可能性があります。もしもそうであればボニーのオリジナルは誰なのか。それは同じピンク色の髪のビッグマム。いや、マムはマムでもマム違い。エースの母親ボートガス D ルージュでしょうか。10年以上前から言われている考察。ルージュがエースを身ごもって世界征服から逃げ通したエピソードは女海賊アンボニーのエピソードに似ています。そしてボニーの異名は大暗い。エースも大暗い。ルージュの出身はサウスブルー。ボニーの出身もサウスブルー。ボニーがルージュのクローンの可能性はあります。するとルージュとクマには何らかの関係性があったのか。もしも仮にボニーがルージュのクローンだとするとステューシーとこのように繋がってくるでしょう。ステューシーはバッキンのクローンですから白ひげやエースと繋がってくるわけです。となるとエースの炎を受け継いだサボがマリージョアでボニーを助けたシーンがエモい。そんなボニーがもしもクローンならそれがわかるのは1096話。X でヨピヨピさんからこの可能性は教えてもらいました。なぜなら1096話の語呂合わせは人はクローン。人はクローンだからです。1096話の類似話数96話にはまるでクイナのクローンタシギが登場していました。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。